その場所は、世界中のどんな権力者であっても、教皇の許しがなければ一歩も立ち入ることは許されません。強固な電子ロックとスイス人衛兵たちの銃口に守られた地下の巨大迷宮。そこには総延長 85km、無数に並ぶ棚の中に1200年以上にわたって集められた人類最大の秘密が幽閉されています。その名もバチカン秘密文書館。世界最小の宗教国家でありながら、世界20億人の信者を束ねる聖地、バチカン。きらびやかなサンピエトロ大聖堂の地下に眠るこの書庫には、世界史の表舞台から強引に消し去られた血塗られた記録、禁断の科学、そして人類の常識を覆すオカルトの真実が今も静かに眠っていると噂されています。なぜバチカンはこれほどまでに秘密を隠し続けるのか。もしもこの扉が開かれたとき、私たちの信じる世界史は一体どれほど崩壊してしまうのか。今回は世界で最も神聖で最も恐ろしいバチカンに眠る10の秘密を前後編に分けて解説いたします。前編となる今回は歴史の闇と物理的禁忌に迫る5つの暗黒ストーリーの旅へ皆様をご案内いたします。こんにちは、ガッチャンです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは早速本編に入りましょう。バチカンが隠す最初の秘密。それはこの文書館そのものの異常な構造にあります。秘密文書館はバチカン宮殿の地下に文字通りの迷宮として広がっており、その棚の総延長は実に 85km。東京から箱根まで届くほどの距離に数百万点に及ぶ古文書が敷き詰められているのです。ここに入れるのは厳しい審査を通過した一握りの歴史学者のみ。しかし、彼らにも完全な自由はありません。閲覧室への持ち込みはペンとノートすら禁止。スマホやカメラなどもってのほかです。さらに恐ろしいのは、学者たちは自分が探したい文書の目録を事前に申請することしか許されず、書庫の中を自分で歩いて本を探すことは絶対に許されないという点です。つまり、バチカンが存在しないと言い張れば、どんな歴史的遺物もこの世から永遠に消し去ることができるシステム。この鉄壁の防衛体制こそが、これからお話しする凄まじい禁忌を何百年も守り続けてきた盾なのです。では、この開かずの間から発見された最も忌まわしい歴史の闇を紐解いていきましょう。以前の旅では、突如として歴史から消し去られたテンプル騎士団の謎を追いかけました。実は、彼らを異端として火あぶりに処し、その莫大な財産と秘密を根こそぎ没収した黒幕こそ、当時のバチカンでした。しかし西暦2001年、この開かずの間から歴史学者を震撼させるある一枚の羊皮紙が偶然にも発見されたのです。それこそが、1308年に記録されたテンプル騎士団の裁判記録、通称チナノの羊皮紙でした。それまで世界史の教科書では、騎士団は悪魔を崇拝した異端として教皇によって正当に処刑されたと書かれていました。しかし、発見された秘密文書に書かれていたのは、あまりにも恐ろしい真逆の真実だったのです。そこに残されていたのは、当時の教皇クレメンス5世がテンプル騎士団は無実であり異端ではないと完全に認めていた記録でした。バチカンは彼らが無実であることを知っていながら、当時のフランス国王からの政治的圧力と騎士団の持つ何かを隠蔽するために、彼らを裏切り生きたまま炎の中に放り込んだのです。処刑される間際、騎士団の総長は炎の中でこう叫んだと言います。教皇よ、国王よ、
お前たちを1年以内に神の裁判に引きずり出してやる。予言通り、教皇も国王も1年以内に謎の急死を遂げました。バチカンはこの聖職者たちの裏切りと騎士団の呪いの証明を700年もの間地下深くに隠蔽し続けていたのです。バチカンが隠しているのは中世の古い記録だけではありません。近代、そして現代に至るまでバチカンの地下には科学の常識を超える怪しげな技術が持ち込まれているという噂が絶えません。その代表格が時間を超えて過去を覗き見る機械、クロノバイザーです。1950年代、バチカンに所属するベネディクト会の神父であり、高名な物理学者でもあったペレグリーノ・エルネッティ。彼はアインシュタインの弟子を含む世界最高峰の科学者たちと極秘チームを結成し、ある恐ろしい機械を開発したとされています。それが空間に残された過去の音と光の残留振動をキャッチし、テレビ画面のように過去の映像を映し出す装置でした。エルネッティ神父は、この機械を使って古代ローマの演説や、さらにはキリストが十字架にかけられた本物の瞬間を目撃したと周囲に漏らしました。しかし、このニュースが世に出た途端、バチカンは突如としてプロジェクトを強制終了させます。過去のすべてが丸見えになれば、人類のプライドは崩壊し、あらゆる国家機密が消滅する。そう判断したバチカンは、クロノバイザーを解体し、そのすべての設計図と実験データを秘密文書館の最深部へと永久封印したと言われています。実際、バチカンはその後、過去を盗み見る装置を使用する者は即座に破門するというあまりにも具体的で奇妙な法律をわざわざ制定しているのです。火のないところに煙は立たない。彼らは一体過去の何を見てしまったのでしょうか。バチカンが最も恐れるもの、それは自分たちの教えが後から書き換えられた偽物だと暴かれることです。その恐怖を物語る事件が10世紀半ば、ヨルダン川の洞窟で起きました。人類最大の考古学的発見と言われる司会文書の発掘です。ここには今から約2000年前、キリストが生きていた時代の本物の聖書断片が残されていました。世界中が興奮に沸く中、バチカンは巨額の資金を投入し、発掘された断片の多くを強引に買い占め、その一部を秘密文書館へと直行させました。そして、今なお一般への公開を拒否し続けている断片が存在するのです。なぜ隠す必要があるのか。噂によれば、未公開の断片には、現代の聖書には書かれていないキリストの本当の言葉や、教会にとって不都合すぎる予言が記されているとされています。神の言葉を伝えるはずの聖地が、本物の神の記録を闇に葬る。これ以上の皮肉があるでしょうか。ここまでは、過去から引き継がれた暗黒の歴史でした。しかし、前編の最後にお話しするこの第5の秘密は、今、この瞬間にも進行している現代バチカン最大のミステリーです。西暦2019年10月、現教皇フランシスコは、世界中のメディアを驚かせるある一つのお触れを出しました。それは、400年以上続いてきたこの地下書庫の名称、バチカン秘密文書館から、なんと秘密という言葉を完全に削除し、バチカン使徒文書館へと改名するという決定でした。バチカン側の公式発表では、ラテン語のセグレと秘密には本来私的なという意味しかなく、現代人がオカルト的な妄想を膨らませすぎて誤解を生むからだと説明されました。しかし、本当にそれだけの理由でしょうか。わざわざ400年の伝統を破り、情報が瞬時に拡散する現代において、あえて秘密はありませんよとアピールするような看板の掛け替え。
心理学においてこの過剰な否定は何かを隠したい衝動の裏返しだと言われています。ネットのオカルトコミュニティでは、ハッカーの台頭や内部告発の時代に備え、万が一データが流出した時に、あれはただの公文書だと言い逃れをするための伏線ではないかと囁かれています。看板から消えた秘密の2文字。それはこれから始まるさらなる巨大な闇の幕開けに過ぎないのかもしれません。バチカンが命がけで隠蔽する本当の世界の裏側とは一体何なのでしょうか。歴史の闇を暴いた前編はここで幕を閉じます。しかし、バチカンが隠し持つ本当の恐怖は、ここから始まる後編にこそ眠っているのです。現代医学が敗北した本物の悪魔払いの記録。神聖な聖地の裏側で起きたマフィアと教皇暗殺の血の歴史。なぜかバチカンが宇宙人を待ち構える天体観測の謎。そして歴代教皇がショックで失神した人類滅亡の予言と最後の教皇。次回の旅でそのすべての禁忌をお見せいたしましょう。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な歴史について解説をしていきたいと思いますので、少しでも面白いなと思ってくださった方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。ガッチャンでした。